20年超えが当たり前、長期連載中で驚いた作品といえば沢田幸雄先生のスーパーマリオくん。でももうすぐ終わるという噂が流れているらしい。マリオ、なんだか終わりに近づいている気がするんだ。弱虫ペダル、100巻間近よ。もう3年のインハイではあるけど、短い1区間勝負するのに回想含め数巻使うからな。3年目インハイ始まってから2年半経ってまだ内容的には2日目半分だからね。あと3年はインハイやってそう。これ見てると配給を進級させずに終わったの正解だったと思う。昨日何食べたも結構長いけどキャラが年を取るタイプの連載なので、まだやってたのかとはなかなか思わないかも。ちなみに連載開始時43歳だったシロさんは還暦を超えている。シロさんが還暦。それは衝撃。ずっと読んでなかったけどまた読もうかな。青のエクソシスト。アニメも打ち切られずやってるよね。この音止まれ。なんか単行本を買うたびに最終話っぽい空気なので終わったのかと思っていたのに続いているのよな。まだ続いてると知って一番驚いたのはラキスタかな。ラキスタまだやってたのを、これも長期救済を挟んでとかそういうのを。救済しまくりで掲載されても数ページだから形式上連載中ってパターン。二人エッチがまだ平然と連載しててびっくりした。久々に見たら誰だこいつらってキャラばっかりだったわ。あの夫婦でどうやって話を続けているんだと思ったら群像劇になってたのか。初めて恋をした日に読む話。つい最近やっと受験だったって知ってびっくりよ。長すぎる。終わりそうで終わらない。フカピョンと横浜流星のドラマの原作だよね。あのドラマ何年前だ。スキップビート、京子と連動になったの？本これ、もう絵柄変わりすぎて誰かわからぬ。20巻ぐらいまでは読んでたんだけどもう53巻まで発売されてるのか。これが未だに続いてることに驚愕してる。何をそんなにやることあるのを。そうは言っても面白いからね。一応完結したら読もうとは思っている。リボンでやってるハイスコア。作者さんって中学生から連載やってるんだよね。すごいね。4コマ漫画で24巻ってすごいな。娘がリボン買い始めて驚いたのがこれと、アニマル横丁。ハイスコアだけでもかなり衝撃なのにアニマル横丁まで。流されてアイランとハガレンとほぼ同期だよね。長期救済や掲載誌が変わってるやつはわからなくなるがその点アイラントは弾丸のこち亀枠だから格が違う。ほぼ救済なし。最近の単行本の表紙めっちゃ可愛い。本当にすごいわ。最有機。作者さんのお体の方が大事。待ってますな、無理しないで。ワンコロで。42の自分が小学校入って仲良し読み始めた頃でもだいぶ長くやってた感じだった。調べてみたらファーストガンダムより前の作品でスーパー戦隊の歴史とほぼ同等の長さの作品と知ってぶったまげた。何十年も全くクオリティが落ちてないんだから本当にすごい。単行本を出さない理由は何なの？夏目友人帳。夏目友人帳は名前何個入っているか言及されていないからネタ切れまで描き続けるだろう。友人帳関係ない妖怪でも問題ないぞ。アニメ7期でも友人帳絡みの妖怪にたいだけだし。南家。南家、これまだ続いてたんか。来月新刊29巻が出るぞ。最近までこの枠に入ってた漫画として宇宙兄弟と暁の夜なは終わったな。終わっちゃった。どちらもずっと追いかけてきた漫画だったから喪失感がすごかったぜ。続けるのもすごいけど終わるタイミングってのもほんと大事。そりゃもうこっち向いてみこ。ミーコ好きだけど小学校時代の方が面白かったかも。気になって読んじゃうけど中学になっても竜兵がミーコに分かりやすく好意を向けてるくらいでなかなか展開が進まなくてモヤモヤする。1年に1冊しか本でないからあっという間に読んじゃってここでまた1年お預けかってなってしまう。赤髪の白雪姫。アプリで全話無料なので読もうとしたらまだ連載中と知ってびっくり。まだやってるんだ。まだ木先にはなってないの？20年は連載してると思うけど救済したりとちょこちょこ細く長く描いてる感じ。連載のペースがゆっくりなんだよね。クッキングパパ。ずっと読んでる。そろそろ終わってもいいと思うな。出てくる料理もマンネリ化してるしキャラの顔はどんどん崩壊してるし3人の子持ちなのに毎日飲み会&パチンコしてる田中は相変わらずだし。誠が中学生くらいまでは読んでたな。今もう就職してるよね。大きく振りかぶっては連載17年目の37巻で2年生になったらしいな。卒業までに100巻超えるな。絵がデジタルになったあたりで読まなくなったな。まだ続いてたんだね。パタリロかな。パタリロ？今までで一番びっくりしたんだけど。鉄拳珍味もまだやっているよね。
珍味は連載期間もすごいが今でも通拝剣と一子剣がメイン技ってのもすごい。崇拝剣がまだメイン技なんか40年ぐらい前に習得してたような気が。珍味新刊出るのか。ゴルゴ30は先生が亡くなったのになんで連載できてるの？完全分業制のプロダクション方式で制作していたからそのまま連載できてるみたいだね。正直一番驚いてるのは作者だと思う。連載当初はこんな主人公の漫画なんてすぐ終わるだろって感じで描いてたらしいし。初めの一歩はどうなった？今救済中なんだってね。病名は明かされてないけどどうなのかな。145巻までいってるのか。2巻で終わるのだけは嫌だな。リー・グレイマン、こんなに救済しながら長くやる漫画とは思わなかった。連載22周年だね。救済や移籍も多く不安定な連載を続け多くの離脱者を出し2期アニメをくらいり。これだけ状況悪くても連載続いてるのはほんとすごいと思う。最新は驚愕の真相が判明。初期の伏線も次々と回収されてて今が一番面白いいうファンも多い。そうなのか。すでに長いこと雰囲気で読んでる。言っても仕方ないけどガラスの仮面。もうこれは事実上の絶筆みたいなもんだと思ってる。連載中なのは知ってたけど、連載50周年にびっくり。結末知らないまま死ぬ覚悟はできたよ。主役一つ決めるのに黒電話からスマホまでってどれだけ引っ張ってんの？私がマヤならもうそんな役なんかどうでもよくなるわ。王家の紋章面白いと思うけど。すごい。こっちも連載50周年か。それでちゃんと発売してるからもう71巻なのね。そりゃガラスの仮面とは30巻近く差があるわけだ。キャロルまださらわれてるの？守って守護月天も続編だけど続いてるって知って驚いた。2回目の続編かな？前回の続編はいろいろあってなかったものになった。今やってるのは無印の守って守護月天の3年後が舞台の続編。ガキと浦安鉄筋家族とかいう週刊少年チャンピオンの長老2人ありよね。タイトル変えてるだけで作品世界は同一のままだし連載間隔が空きすぎてたりしてるわけでもないからあり。関数が多くなりすぎると新規が入りにくいからタイトルだけ変える。双方のパターンだろうから長期連載作品カテゴリーで問題ない。ジョジョもその感じか。ワンピとかコナンはもう終わらせてもらえない枠なのかな。オダッチは好きで長く描いてそう。コナンは大きくなりすぎた感じあるね。映画がすごいからなかなか終われないのかな。まだまだ続いてほしいような、完結してほしいような。でもいいところで終わるって大事ですよね。誘白がたったの19巻だったっての結構衝撃で好き。子供がガラスの仮面を読み始めましたが完結してないことは言えてない。子供の頃のトラウマがここに。どう見ても子供には刺激が強すぎた展開を集めた動画も面白い。次はどんな漫画のネタをまとめようかな。またよろしくお願いします。